しました。だったね。本編どうぞ。参りました。昨日ですね、前半が下り潮で後半が上り潮だったんですけど、前半もなんもおらん。10時15分まで赤字でしたね。あれ完全に下り潮がもう全然ダメでした。参ったこれ。なので今日は前半も下の方笠岡方面行ってもちょっとまた赤字を食らいそうなので、前半はちょっとですね倉敷方面行ってみたいと思います。様子見です。で後半ちょっと潮に合わせて下の笠岡方面へちょっと行ってみようかなと思います。昨日も後半は赤桁が行ったりしたんでね、ちょっとそういう作戦で今日は行ってみたいと思います。では今日も頑張っていきましょう。お宝探しへ到着いたしました。倉敷方面へ漕いでおります。こんな感じ。もう寄島底です。あまりにも漁場が近すぎてまだ日が暮れてません。おっとチヌが多いとこなんでチヌ見えてますけども、あいつは落ちそうだな。まだ日が暮れてないから何もおらんでしょうね。チヌぐらいか。ほんとなんもおらんな。山椒売りだらけ。こちらからじゃないですか。お、なんかこっちは入り全然違う。こっちの方が結構入ってる風な感じがある。おお、車エビ。赤桁もそこそこ。ちょっと車エビ急げ急げ。多分完全に日が暮れたら車エビ入ると思うんですけど、イカ、あ、黒エビ、これを狙ってきたんですけど、これと車エビを少ないですね。日が暮れたら入るかな。入ってくれればいいですけど、チヌを助け出したいけど無理かな。カニもおったような気が。カニ、これなんかもう去年のやつですね。こちらは台湾ガザリ。よいしょ。お、いいチヌですね。声まくっとるやん。ちょっと続けて同じとこもう一回やってみたいと思います。次はね日が暮れるんでね、エビ類がもっと入ると思うんですけど、やってみないとそれは分かりません。次はもうぐーっと水島まで行ってみたいと思います。ちょっと島へ寄せすぎたかも。この時期島へ寄せるとろくなことがないことを経験上知ってるんですけど、ちょっと嫌な予感がしますけど、もう見えとるし、やっぱり寄せすぎた。あんまり寄せたらダメ。この時期もう絶対いいだらけ。おお、でもなんかおるやん、カニとかも。いやもう絶対いいだらけと思いました。黒エビ黒エビ黒エビ、足赤の子ですけど、片道に2本、車エビ片身2本。カニもおるやん。なんとおるな。いやもう絶対おる思ったわ。寄ってきとるんですね、あれが。おっと見えてます。進行9月の今日台風前。ちょっと小さいけど見えてます。おお、腰おるやん。これで3本目この網。黒エビ黒エビ。おお、エビおるな。4本5本でかい。これはいい。黒エビちょっともう死に。黒エビほんと弱いんですよね。すぐ死ぬる。いやでも おるなエビ。赤げたごらんのが残念ですけど、悪くない。全く悪くない。ただ今年はあれですね、キコリ大凧の子がいないですね。いる年はうじゃうじゃいるんですけど、さっきの道並みにキコリが1個出てきました。続けてまたちょっとエビがいるんでやってみます。あ、また自殺しとるし、もうなんぼでも自殺する。黒エビ。おお、おるな。エビいますね。こないだ来た時いなかったんですけどね。できましたね、エビが。いやー、ただちょっと数がしんどいですね。やっぱり1番10分から15分で上げてますんで結構しんどいね。おお、赤げた出てきた。いいべー。台湾ガザミ。お、チヌだ。今度はチヌですね。通りましたね。シャーシャーがね、嬉しい。これ見ると嬉しい。結構おるやん。多い年は1番150とか入った年もありますけど、自分が YouTube 始めた年ですね。よいしょ。車エビ1本。車エビを急ぎましょう。1本。今度はあんまり山に寄さなかったのでエイがいなくて安心。おお、カニおるやん。マ
ったのに、こんな一こやったのに黒エビがカニシャーシャーいますね。順調じゃないです今年は。もしかしてこんな一こやったのに車はおらず。次はちょっと深いとこ行ってみましょう。結局浅いとこと深いとこ両方かけてまいりました。エイの予感。見えない見えない。よかったよかった。黒エビは早く拾わないと本当弱い。もういいもんが見えてる。おお、カニ。素晴らしい。車エビの1つ2つ。これはちっちゃいですね。こんなお金になりませんので。ああ、これはやわらっぽい。でも本はええでしょう。本の方が基本早く硬くなるんで、本は大体いいはずです。まあ早く硬くなって麺が脱皮するときに抱こうという作戦ですね。本は今車エビ2本持っといてほしい。おいいな。いいねいいね。お、木こりおった。これが木こりです。2本でしょ。3本4本5、6本10本から15分でこれだけいりゃかなりかかるでしょうね。これなんせ早く上げないと何が起こるかわからんような漁場なんで、本当に危ないとこですから。手がきつくてガサがきつくて小貝があります。本当にやばい漁場です。ここなのであんまりみんな来たがりませんね。今度こそ本当に深いとこばっかり行ってみましょう。何がいるでしょうか。さっきのとこは5メーターとか4メーターになりますけど、ここは深いところでマックスは23メーターぐらいになります。ちなみに今いっぱい干潮。流しく焦げないんで走り回らんといけませんけど、今エビコロドキまだ4番ほどですけど結構溜まりました。1時間で4番です。背だらけがかりだらけ、すごい。何も知らずにはまずやれません。小川地帯に行く前に巻きましょう。なのであんまり流しいこと焦げません。背もすごいしガサもすごいし小川もすごい。その場所を全部覚えるまでに死ぬかと思ったらもうほんと数えられません。もうああ、車おらずか。でもさっき見えたけどな、おるはず。そこにおる。ああ、そんな1本がでかいのにハモなんか残らなくていいから車一気にこのハモの参拝するでしょうに。いやー、車痛いな。あ、車少ないなここ。まあでも大雨でいたからいいかけたと。ここからダメです。ちょっと元の場所に戻りましょう。いや、ちょっと待って。網の上にいる。奪還しました。よかった。あのハモの3倍はします。ああ、そう言った矢先に天秤座を曲げました。やってもうた。何遍目にあったことかと言ったその矢先にやってもうた。めんどくさい。時間取られる。ただ予備は持ってきてるんでここですぐ直します。いってますね。でももうこんなもん破れは無視してやりましょう。じゃあやっちゃってる。竿だけちょっと予備の竿にあそこにあります。変えましょう。ピットインの時間はできるだけ短くしたい。さあちょっと外していきましょう。全部外して全部付け替えます。汗だくですよ。よしよしよし。無人島だらけですから船流れるのもちゃんとチェックしおらんと島に乗り上げてしまいそうです。って言っても何べんも流されて島に近くなったことあるんですけど、意外に島にはぶつかりませんね。島の近くでやっぱ潮が渦巻いてるんで意外にぶつかったりしないです。一応付け替えました。脱水症状になるわ。えらい。でもまだまだ頑張っていきましょう。頑張るぞい。気を取り直して後半戦行ってみましょう。もう笠岡なんて行くもう時間ないですね。ここから1時間20分かかりますから。はい、取ってちょうだい。お願い。おお、カニおら。カニ入りだし。車エビはでもおった。車エビおりましたね。シャーシャーめっちゃおりますね。車エビちょっとちっちゃくなりましたけど、カニが嬉しい。やった。気を取り直せる。これでなんとか。こんなにカニと車エビがいたら全然気を取り直せる。
うわ、なんかめっちゃおるやんか。どうして何枚いたんだろう。1、2、拾えるんかなこれ。3、4、5。ナイス。ああ、なんか急に入り出しましたね。さっきよりええやん。お、またおった、車エビ。やったね。なんか寄りがいがありますね。気を取り直した甲斐があった。続けて汗だくですが頑張りましょう。ちなみにこの漁場で一晩で2キロ痩せたことがあります。いい感じです。ほんといい感じ。さっきぐらいいてほしいけどもうおらん。でもなんかパチパチ音がしとった。こっち側じゃなくてこっちは音します。おるおる。うどエビさん。あ、やっぱカニはいませんね。続けてはロンクベイでかい。さすが水。おるなおるな、ちっちゃいのが。シャーシャー。ロンクベイでかい。さすが水島。一番栄養が濃いとこ。あ、車エビおらずか。寂しい。カニおらず車エビおらずちょっと寂しい。でもこっちに落ちてくれるはず。取ってちょうだい。おお、小川危ねえ。小川の木は今日はリベ食べてみましょうかね。なんか美味しそうな料理教えてくれたんですよ。エビは見えてますね。シャーシャー逃げてもらわんとね。これがもう宝ですから、ほんと一番の。前の海めっちゃおったんでおるかと思いましたけどいないみたいなんで、またちょっと場所変えてみましょう。頑張るぜ。汗だくですが、じゃん、これだけ出てきました。ちょっと移動してみました。何が出てきますかね。ここは何も出てこなかったりして、小川じゃったりしてね。高い平竹かい。お、でも車畳1本打ってくれたらええかった。でかっ、でかいでかい。このサイズなら1本打ってくれれば十分。このチヌもよう超えてプリプリじゃないですか。確かエース風のものはいませんね。黒エビとゲタぐらいか。これをおかずに取りましょうか。じゃん。よく超えてるし綺麗だし美味しそうな料理を教えてくれたんです。それやってみます。あとこれは取り込みたいけどもう落ちる運命。しかもやわら落ちてください。どうぞ落ちなさい。落ちなさいって言ったら落ちないというね。全然落ちていいんですよ。よいしょ。またイラか。おっとイラメ。なんとヒラメなんかおるんでもちょっとこういう網に限って流しくこぎすぎてるというね。ヒラメ弱ってるんじゃないの。もう1つ2つ。はい、来てちょうだい。もうでもダメかな。ちょっと持って行ってきましょう。カニさんやわらばっかりですね。まだやっぱり尻尾ない。すげえな。壊れた。車エビがいたはず。ましたよ。どっか行こうか。じゃん。シャーシャーがおるな。もう大体神にこんな硬い砂地の方にシャーシャーがおるってことはダメの方結構おるってことですからね。こんな神の方にシャーシャーが見えるなんてダメ地の方は多分もっともっといますよ。7、8匹見えましたよ今。もうそうか。おお、上り。うわ、上りになって車エビがちょっと減りましたね。当初の作戦通り笠岡に赤ゲタを取った方が良かったんでしょうが、もう天秤が負けちゃったから。あ、でもおったおったおった。カニもおるし天秤が負けちゃったから、もう移動する時間が移動して3時間笠岡をやるか、それとも5時間ここをやるかの選択だったんですけど、5時間ここをやる選択にしました。さっきの網は全然いなかったんですけど、おるやん。見えとるやん。そこそこいますね。おー、でかい。いい方。もうあとちょっとやって帰りましょう。これがエース、将来のエース。いや、そろそろ帰る時間でしょうか。よー、黒エビ黒エビ。あ、死んでる。生きとる。どっち。やわらやわらで生きてる。おお、カニおるやん。カニいるじゃないですか。嬉しい。もう潮によって全然あれですね。カニおるんかもやおらんかったり、おらんのかもやおったり。嬉しい嬉しい。おお、カニと思ったら台湾ガザミ。お、車エビおるじゃないですか。じゃあ帰りますか。おお、後半は笠岡へ行った方が良かったのかどうかちょっと微妙。おっと、これはいいおかずだ。なあ、これも食べちゃおっか。あ、こうめったに入りません。なんとまあこんなとこいるんですね。笠岡ちょっとのイメージだけど、これはこそだね。ここかな。
これ大好きなんですよね、ちなみに俺。では帰ります。今日もお疲れ様でした。今日の漁はどうでしたか？ 90本。お父さんはもう死ぬかもしれません。大小川3回。いやまあ。天秤座を曲げ、へし曲げ一発。ついにお父さんの形見の天秤座を今度は万力では治りません。あらまあ。もうくの字に来ました。でも直しますよ。大量天秤座切って、ここに新しいのが溶接します。でワイヤーの振り替えもあるし、網ももうボロボロ。いや忙しい。明日は仕事がありますんで、はい、よろしく。はい。これね、シャツ絞れるんじゃねえかな俺。シャツももう汗ずっと出るかもしれない。30番やりましたから。30番。前ビやりました。うまい。でもちょっと意外に伸びんかったわ。そうなの？もっと取れるかと思ったけど、やっぱ上り症なんかちょっと入らんくなった。おるが。そうなんよ。でもシャーシャーではないですね。去年ガサガサおばさんが丘で見たというな、去年の夏にこれぐらいなのがおったっていう。そいつらです。もう一丁。なに？結構おるが。そうなんよ。ちっちゃいけど、仮想コード大きくやってないけどな。やったらでもこんなに。一応新子の部類だけど、新子じゃない新子。去年のやつ。あとはチヌが一応20だけ乗りました。もう組合引き取りが終わったんで全部は拾いませんでした。ハモとか、あとプチ、イイダコ、赤ゲタ、イシガニがちょっと。で、おかずはニベで料理やってみましょう。サルサソースなんたらニベで。やってみましょう。大ニベのムニエル。美味しそう。サルサソースだけです。視聴者さんがコメントで教えてくださったのでやってみました。いただきます。感動いくんじゃろうな。まさかニベにこんな食べ方があるとは思わんかったな。ニベのな、この中のこっちのなんか黒い塊みたいなのあったやろ。あれどうした？あそこ一番美味しいよ。コリコリして。知らんかった。とりあえずいただきます。思ったほど辛くない。なんか野菜たっぷり食べれて美味しい。そしてオリーブオイルもあったね、これ。オリーブオイルとニンニクと。あんまりコリコリした魚じゃないじゃろ。柔らかい魚だよね。柔らかくて美味しい。柔らかくて美味しいなんていうのがあるね。コリコリした方が美味しくない魚ってでも。ふっくらいう感じ。確かに柔らかい魚だな。では私もとニベはあんまり煮付けとか刺身ぐらいですかね。子供の頃はよく食べてましたが、大人になってからはあんまり食べないですね。ほんとふっくらふわふわって感じ。この間友人が教えてくれたベイカの料理に似とるな。ハラペーニョだけじゃったら辛さがちょっと足らないんで、辛いの自分はもう大好きなんで、タバスコたっぷりでもよろしいと思います。これぐらい。格段に美味しい。辛い方が美味しいですね、これは。皮がうま。これ皮食ってなんぼやわ。皮がめちゃくちゃうまい。そうなの。ガリガリで。